はいどうも、オックスアートでございます。なんか違うの分かりません？分かると嬉しいんですけどちょっとライティング今変えたりだとか、この辺のね、スタジオの機材を、ほら、この間Amazon のブラックフライデーサイバーマンデーだったじゃないですか。っていうのもあったんで、ちょっとね、スタジオの機材を今いろいろ入れ替えてます。ちょっとレビューとかチュートリアルとか、今年来年、ちょっとしっかりやっていこうかなと思って、今いろいろと機材を、変えてみましたと。まだやってる途中なんですよ。まだライトとかいろいろ届くんで。でも少し今ね、雰囲気、ライティングとかも結構変えて、やっているので、ちょっとその辺がね、どう変わっていくのかも、楽しみにしておいていただければなというふうに思うんですが、ですね、今日は、ちょっとその新しい環境のテストも兼ねてなんですけど、僕がですね、一番、もらう質問っていうのが、レンズなんですよね、やっぱり。で、なんか動画でもこの動画は何のレンズで撮ってますかとか、写真だったらこの写真は何のレンズで撮ってますかとか、ソニーのね、α7C 買ったんですけど、初めてなんでどのレンズ買っていいかわかんないですとかアドバイスくださいみたいな。で、やっぱね、それなかなか答えるの難しいんですよ、正直なところ。っていうのも、レンズってその何が撮りたいかにもよって変わってくるし、予算もね、結構でかいんですよ、やっぱり。安いものだったら5万円ぐらいで買えたり、高いものだったら20万ぐらいとかするんで。なので、皆さんのレンズ選びにちょっとね、なんか役に立てばという思いで、僕が持ってるレンズをちょっといろいろ紹介していこうかなと。で、今日紹介していくのは、やっぱり広角レンズからやっていこうかなと思うんですけど、まず、その動画をやりたいっていう方で、一番最初に買うレンズ、何がいいかって言ったら、僕は広角レンズだと思ってます。動画の場合、あんまりバストアップみたいな、要は画面いっぱいに人みたいなのってあんまないと思うんですよ。どっか旅行行ったんだったら誰がどこにいるのかとかそういうのをやっぱ伝えていくのが動画かなというふうに思っているので、Vlog とかでもそうですよね、どこで何してるみたいなっていうのを伝えていくかなと思うので、やっぱりねある程度背景をねしっかり取り込んであげれるような、画角じゃないと結構使いにくいのかなと思ってて、じゃあどの広角レンズがいいのっていうと、今日紹介するのは4つです。今ここに、3つあるんですけど、で、これ1つ目がですね、ザイスの、バティスですね。バティスの 25mm F2.0 です。で、もう1つここにあるのが、ソニーの G レンズ、20mm F1.8 ですね。はい。で、これ単焦点がね、もう3つあって、でも今ね、ここで1個使っちゃってるんですけど、ソニーの、24mm F1.4 の G マスターですね。はい。が3つ、3本単焦点は。で、最後に、1個ね、もう1個ズームレンズ。これタムロンの 7028F2.8 と。この4つをちょっとね、比較していこうかなというふうに思います。はい。で、結論から言ってしまうと、僕がじゃあこれ今一番どれ使ってるのって言ったら、今ここで使ってるソニーの、G マスター 24mm F1.4 です。っていうのも僕非常にね、やっぱシネマティックな奥行き感のある映像が好きなんですよ。今もこれね、結構背景がしっかりボケてるかなと思うんですけど、広角レンズってね、基本的にはボケにくいんですよ。で、ボケにくいから、なるべく明るいレンズが欲しいと。今ここにある4つのレンズの中で F1.4 と一番明るいのがこの G マスターなので、それが理由でね、使ってるっていうところが一番大きいかなというふうに思います。じゃあね、これでいいじゃんっていう話し方だと思うんですけど、ただ 24mm っていう画角はもちろん使い勝手はいいんですけど、例えばここの 20mm この 20mm なんかは僕も使うんですけど、結構Vlog を撮るときに手持ちで動画を撮ったりするじゃないですか。で、こういう時には 24mm って画角がちょっと狭いんですよね。なので、20mm ぐらいだと手でそんなにこうやって頑張らなくても、ある程度余裕を持った形で、撮影してもしっかりその、背景を取り込んで、かつこれ F1.8 あるので、ある程度背景もぼかせるので雰囲気が出るというか。いう形なので、これもね、そういう意味ではこの 24mm と 20mm は、Vlog 用なのか作品撮り用なのかみたいな感じで結構使い分けてます。で、最初に買ったのはね、このバティスだったんですよ。このバティスの 25mm。これもね、非常に気に入って使ってました。すごいこれで作品はいろいろ撮ったんですけど、今はこれが24mm にちょっと撮って変わったっていう感じですね。これ 25mm でこっちが 24mm なので、少しこっち側の方が画角が狭くなるのと、あとは明るさも F2.0 っていうところで、ちょっとね、ボケ感っていうところで言うと、G マスターにはかなわないかなっていう気はするんですよが、ただ、ザイスのレンズなので、非常にね、写りは綺麗です。
あと軽いんですよ。めちゃくちゃ軽くて、サイズがちっちゃくて、一回りね G マスターはこれの一回りぐらい大きい感じですかね、どっちかっていうと。なので値段もこのね G マスターはねヨドバシの価格で今見たらね、19万7000円っていう、ほぼ20万ですね。20万ぐらいなのに対して、このバティスは15万円ぐらいなので、多少そういう意味で言うと、少しね手の届きやすい価格かなっていう気はします。ここはもうほんと予算次第かなと思ってて、20万出せるっていうんであれば正直GA マスターの方がおすすめですし、ちょっと20万はきついかなっていうことであればこのバティスも、すごいね使い勝手がいいので、おすすめの一本かなというふうに思います。でもう一つね、このズームレンズ、このタムロンの 1728F2.8 っていうレンズなんですけど、これね F2.8 なので、そこまで正直ねドカーンってボケるレンズではないです。ただこれ 17mm から使えるので、さっき言ってた、僕はこの G レンズとこの 24mm の G マスターを、作品撮り Vlog 用って分けて使ってるって言ったじゃないですか。でこれはどちらかというとそれが1本でこなせるんですよ。やっぱ 17mm とか、20mm ぐらいにしてねこうやって撮っちゃってもいいですし、作品撮りっていう時になんかはズームレンズなので17からこの 28mm っていうねこのレンジでしっかり撮れるっていう形で非常に軽いですし、でなおかつねこれインナーズームなんですよ。ジンバルに乗っけた時に、この見た感じでこう見て分かるとこうズームするとね普通ここが伸びたりするんですよ。伸びずに、重心が変わらないので 17mm で使っててこうズームした時にグッて伸びると重心が変わるじゃないですか。そうするとジンバルで、バランス取り直さなきゃいけなかったりするんで、そういうことが必要ないっていうところで言うと、すごいね動画には向いてるかなっていう気がします。で誤解しないでほしいのが、もちろん F1.4 とかそういう明るいレンズの方がボケるんですけど、この 2.8 は全然ボケないかっていうと、結構十分なボケ感は得られます、正直。で僕はこれどちらかというともう本当にね何本もレンズを持っていけない状況、例えば広角1本とあと中望遠1本とあとは望遠レンズ3つでこれだけでもちょっとギリギリかなみたいな時には、これを結構ね使ったりします。さらにねこのタムロンね非常に価格がね安いんですよ。11万って11万ってそんな安くはないんですけど、多分ねこれ今僕が見てるのヨドバシの価格なんですけど、 Amazon とかで見るともうちょっと低い、多分10万円切る値段で手に入ると思うので、そういった意味では初心者の方だったり、ちょっとその10万円オーバーレンズは厳しいなっていう方にとってもそういう価格帯っていう意味でもね結構魅力的なのかなっていう気はします。はい、というわけでねちょっとまとめていくと、このねソニーの 24mm G マスター F1.4、 これはもう紙レンズと言っても過言ではないと思うので、一番おすすめっちゃおすすめです。ただし値段が結構するので、それがちょっと厳しいなという方はじゃあ、自分は自撮りするんだっけという、もしくは作品撮りをするんだっけっていうところで、この2本を検討してもいいかなってきます。自撮りが多いっていう方は20mm の方、そうじゃなくて作品撮りが多いっていう方はやっぱねこのサイズの、写りがピカイチなので、ここのね 25mm のバティスをね、ゲットすればいいんじゃないかなと。そうじゃなくてもう予算もないし、あとレンズもいっぱい持ちたくないと、そんなにいっぱい買えないということであれば、このタムロンの 1728mmF2.8 みたいな、あくまで僕の個人的な感想ですよ。個人的な感想としてはそういう感じでこの4本の中からね選ぶといいんじゃないかなっていう気がしてます。というわけでね今日の動画は以上となります。またね標準レンズと中望遠望遠とね動画あと2本ぐらいに分けて、紹介できればなというふうに思ってます。皆さんのねレンズ選びの参考になれば、幸いでございます。はい、じゃあ今日は以上となります。どうもご視聴ありがとうございました。ピース。